はい、じゃあ始めましょう。はい吉田明子さん、松沼里奈さん、五味博之君と、松木弘明君はお休みです。相談学級に金子愛さんと浜田愛知君がいます。はい、じゃあ始めます。なんか緊張しない。じゃあこれまでやってきたことを確認したいと思いますが、この間の授業でベーキングパウダーを使いました。この主な成分は何て言ったっけ？重曹。炭酸水素ナトリウムという物質が主な成分だったですよね。これをケーキを作るときには加熱をしたと。そしたら膨らんだのは何が出てきたため？気体が出てきたため。じゃあこの気体が出てきたというのは一体どんな変化が起きたのかというのを確かめたくて今日、準備しているわけですが、ちょっと確認しておきましょう。この気体何だろうっていうことを言ったらばいくつか候補が出てきました。何だっけ？二酸化炭素かもしれない。かもしれない。その他にはどんな可能性があるの？炭酸水素ナトリウム。炭酸水素ナトリウムだから炭酸水素ナトリウムがそのまんま炭酸水素ナトリウムの気体になっている可能性もある。分からん。これかもしれない。これかもしれない。で、知っているのはこれを確かめる方法だけ知ってるってことで、今日確かめるんだけども、これだったらば何がどうなるのか。石灰水な。これを使いましょうということでした。石灰水が白く濁ったならばこれでしょう。もし白く濁らなかったらばなったらこれである可能性がある。二酸化炭素じゃない違う物質かもしれないが、その時にはその時でまた次の実験をしなきゃいけないですね。とにかくみんなは二酸化炭素だなと思ったわけですね。だからこれでじゃあ確かめてみたいと思います。これだけ確認しとこうね。気体が出てくるはずだ。出てくるのは確認した。もし二酸化炭素だったらば石灰水が白く濁るだろう。白く濁らなかったらばもう一つの可能性とすれば状態変化をした炭酸水素ナトリウムの可能性もある。状態変化をした可能性もある。こういうふうに結論付けられるだろうと思います。それで、実験の確認をプリントでちょっとしてありますので、ちょっとプリント見てください。手順をやっぱり確認をしたいと思いますから、その場で、先生の手順を見ておいてくださいね。これから、用意をします。用意をするものは何かというと、ここにスタンドがありますから、スタンドをここから持っていってくださいね。ここからスタンドを持っていってもらいます。それで、マッチ、それから燃えさし入れば後ろのいつもの棚で、試験管立てはここにありますから、一班に一つ持っていって。それから試験管は1本あればいいです。1本あればいいです。薬号紙1枚持っていってください。それから薬さじを1本、ガラス管付きのゴム栓がここにあるのでこれを1本持っていって。
全部1個です。で石灰水ここに準備をしますから持っていってもらいます。で炭酸水素ナトリウムですが、こういうものに入れといたので、湿気を防ぐためにアルミホイルで包んであるけども、これを剥がして取って使ってください。それでね、最初にやるときには試験管を1本用意しておいて、こんな具合にここには何本かあります。用意したならば、この中からだいたい1杯分くらい、このくらいあれば十分だと思います。でここの薬さじに取ったらば、この中に入れてください。今ちょっとこぼれちゃった。丁寧にね。そしたらばこれをこんな具合にして入れます。大事なことはこれ入れた時にちょっと底を少し高くしておきます。止める場所はだいたい半分くらいのところがいいと思うね。少し高くしておく。あんまり高くするとこれが下へトンと落ちちゃうからな。でこれを曲げるところはちょっとここで調節すればいいです。高さの調節はここのことで、火をつけますけども、石灰水を入れたこれを持っていって石灰水の中にこれを入れます。で、火をつけて、これは最初はこうやっておいて、火をつけたらば石灰水の中にこれを入れて反応を見てください。で反応がそれなりに結果が出ると思います。何らかの結果が出ると思います。そしたらば記録用紙に記録して判断をして、あと消すんだけれども必ずこれを最初に出してください。これを外す。出して外さないとこの中に逆流しちゃう可能性があるからね。逆流しちゃう可能性があるから、そこのところを気をつける。特に気をつける。注意する点は2つです。特にね、ここの側を上に上げておくこと、それからこれを必ず出してから火を消すこと、この2点は安全上注意してやってください。いいですか、やり方ね。それじゃあここに準備がされているので、各班準備をして実験を始めてください。カメラマンの人風邪気味かな。自分のやつを持ってってね。はい、じゃあ戻って。もしマッチが足りなかったらここから足してきて。
大福好きなのに大福で、これはちょっと多い。軽く一杯だよ。これでいい。軽く一杯だよ。ちょっとこれは多すぎるから半分くらいにしな。サジで1杯分くらいがいいよ。山盛り1杯でいいから。はい。それじゃあこのまま取ったので、このまま置いといてください。これを広げて。村松さん逆。いやこういう風に回さないといいですよ。はいよ。村松さん逆だよ。やっていいです。今度やって。はい。そのくらいいい。このもんですか？そのくらいいい。いいね。いい。あるかないかわかんない。あんまりそう、そのくらいがいいよ。もうちょっとこの辺持ってきた方がいいかもしれない。これを？あ、でもいいかな。このぐらいでいい。はい。はい。あんまり締めすぎるとこれがパリに割れちゃうから。これをきちんと締める。誰つける？次これ。あ、いいよ。しっかりと入れてる。これがそのくらい。これ。これはここのところを少し。先生これなんかベトベトしてると油っぽい。このぐらいでいい。そのくらいでいいです。このぐらい。そうです。最初上だったしかもこれってこっちの方がいいんだっけ？だから話してきた。火をつけてから調整した方がいいかもしれないね。はい。ちょっとずつ入れな。閉めてから空気を入れないようにしなきゃいけないね。逆。はいはい、じゃあこれでやってくな。ダルキンあるからダルキン使える。あともうちょっとあるんですけど。ごめんこんな。全然出ない？いや、あ、そうだね。じゃあこれ抜かなきゃいけない。あ、そうだよ。ね。おお。いい。もうちょっとこれ下げてみ。これ何のためですか？これはいらん。これじゃあもうちょっと下げて。まだ開いてない。
はい、じゃあ反応が出たらばなんかほらモワモワしたの。消し方をちゃんと間違えないようにやってごらん。はい、反応が出た班はあ、いいね。おい、もたさ、やるならガスの元栓開けずに回してよ。これ取って。どうした？マッチがない。マッチあるやつ。でガスもし結果が出た班は結果と考察をノートに書いてください。カードに書いてください。先生はあ、ついた。じゃああと俺やる。結果から考えられること欲しいな。あ、結果が出たね。先生、これ回んないんだけど。じゃあこれでいいから、あ、今その白く濁ったのが下に溜まり始めた。白く濁った物体ね。これはまた別の後にまた教えます。そのでこれが出たということは、これはどういう変化だったんですか？あとでじゃあ一緒にやる。結果の下のところ、結局この考察のところですけれども、いい炭酸水素ナトリウムを加熱して気体が発生したのはこの炭酸水素ナトリウムがどのような変化をしたからだと言えそうですか？少なくとも絶対こうではないということが言えたはずです。じゃあ聞こう。この気体は何だったんですか？はい、この気体は何だったんですか？この気体は、はい、お、あ、雨宮君言ってるよ。二酸化炭素だったんですな。この気体は二酸化炭素の気体が発生した。二酸化炭素の気体が発生したということが分かったんだけれども、ベーキングパウダーを入れてお菓子がこう膨らむっていう、その膨らんだ気体の正体は二酸化炭素だったということです。
これは今みんなで確かに二酸化炭素であったってことはこれであることではないですね。だから今の二酸化炭素が出たことで炭酸水素ナトリウムは加熱することでもってそのまんま状態変化をしたと言えるんですか、言えないんですか？言えないんだね。この場合には炭酸水素ナトリウムの可能性もあったけれども、これが出たということでこの可能性はなくなったということです。だから状態変化ではない。氷から水になり、水から水蒸気になるという、それと同じように炭酸水素ナトリウムを加熱したら炭酸水素ナトリウムの気体になるのかなっていうことを予測したけども、そうではなかったということです。明らかに全然違うものが出てきた。じゃあこの炭酸水素ナトリウムが起こした変化というのは状態変化じゃなければ一体どういう変化だったんでしょうかということです。二酸化炭素が出たってことは状態変化ではなかった。これは状態変化ではない。状態変化ではない、ね、じゃあ何だったのか。そこでね、もう一度その試験管をちょっとそのまんまにしてくれてある？下ろしちゃったかな、試験管まで。下ろしちゃったある？下ろしてある人もちょっとね、そこのところもう一度下ろしてない人はそのまんまにしてちょっと中身を見てください。残ったところそのままにしていいよ。下ろさないでそのまま見てみる。なんか気がつくことないですか？試験管の中を見てどうだろう。はい、なんか気づいたこと言ってください。はい、じゃあ須野君どうぞ。固まってる。固まってる。白い粉だな。これは固まってる。他に気づいたことないですか？はい、金子さん。水蒸気がなんか水滴がついてるか？水滴がついてる。水蒸気と書いて言ってくれたけども、もう目に見えるからそれは水滴です。水蒸気は今ここに、ね、見えない状態でついてるものだから、ね、水滴がついている。さてこの2つが確認できてるね。少なくともね、この水滴は本当に水ですか？どうやって確かめたらいい？舐める。リトマス紙。リトマス紙。舐めるわけないから。そこでね、実はね、水であるかどうかということを、水でないものには反応しないけど水なら反応するっていう便利なものがある。知ってる？知らない？ちょっとじゃあそれをちょっとね、綺麗な色した。このね、青い色した粉があるんだけど、リトマス紙じゃなくてね、青い色した塩化コバルト紙という。
っと水につけてみると、これを入れてみるとちょっと色見えにくいかもしれないな。何色になった？水に反応させるとね、これはねピンクになるんだ。ただ今はとても水分が多いよね、ここのとこね。今金子さんが水蒸気って言ってくれたけども、今見えないここに水蒸気がたくさんあります。空気中に目に見える状態になったら水滴って考える。霧とかね。でこれができるだけ乾燥した状態で今この中に入れてあるので、ピンセットで取ってそこのところに、当ててもらおうと思います。もう一つは残った物質の確かめ方ですけれども、そのことについてちょっと説明をするので、もう一つプリントを配るからこれを白いやってください。そこのところに書いてある方法で試験管に残った物質を調べてみたいと思います。今炭酸水素ナトリウムを加熱して少なくとも二酸化炭素が出たのを確認しました。そしたらば他にどうも口元に何か液体がついている。これは水滴かもしれないし、そうでないかもしれない。塩化コバルト素子で水かどうかを確かめてください。もしこれがすぐに入れてみてね、すぐに入れてみて赤にならなかったならば、ピンクにならなかったらそれは違うというふうに、それにはどういうふうにして調べるかっていうと、今口元が水滴がついてるね、口元のところにね、上に上がった人もそうだよね、口元についてる。それを外しておいて、そしたらばここから急いでピンセットで取って、そして口元のところにつけてください。わかる？で色が変わるかどうか。そのままぼーっとしておくとそこの水分がどんどん吸ってね、空気中の水分で色が変わってしまうので注意して。そうであるかどうか。そうでなかったらこれは変わらないです。はい。それでもう一つなんだけども、そこに残った物体です。そこに残った物体。そこに残った物体、こんな具合に今残ってるわけなんだけども、残った物体これは何だろう。なんかこう固まってるっつうんだけど白い色です。何だろう。でみんながこれ知ってる可能性があるとする。これは炭酸水素ナトリウムと言っていいですか？炭酸水素ナトリウムと言っていいですか？わかんねえな。何らかの方法で同じ反応が出ればこれと言っていいでしょう。そこでこういうふうにします。ここに残ったのを立てます。
てる。こっち側の方にこんな具合に立てます。これは反応しないで立てる。そしたらば炭酸水素ナトリウムをもう一度1杯分だけ取ります。薬さじで。みんな残ってるね、炭酸水素ナトリウムが少しずつ。そしたらこれをさっき言ったようにさじで1杯取って、もう1本試験管を持っていってください。だから改めて試験管をね、もう1本持って、ここから持ってきてくれればいい。薬さじも薬包紙もあるだろうから、それはそのまま使っていい。そしてこれを入れます。試験管の底に残ったものと反応してない炭酸水素ナトリウムを並べます。そしたらここに蒸留水を用意してあるので、蒸留水をほぼ同じ量になるように入れてください。ちょっとうまく入らないのもあるかな。うまく入らないのがあったらば、ちょっと待ってね。だいたい水の量は試験管の3分の1から4分の1くらいになるように入れてください。あんまり多すぎると実はうまく振れない。そして同じものかどうかを確かめているわけですから、こうやって振ってみて溶け方なども見てみる。振ってみて溶け方なども見てみる。違いがあるのかどうか。そしてこうやって置いといたところにフェノールフタレインを入れます。縦になっているのをこの横の方にして数滴この中に入れてあげます。1滴か2滴、こうやって落ちます。これを入れてください。で同じものだったら同じ反応をするはず。違う物体だったらそれなりに違う反応になると思います。その結果をカードの方に記入をしてください。やること分かったかな。それじゃあ試験管1本です。塩化コバルト紙、塩化コバルト紙を持つためのピンセット、蒸留水フェノールフタレインを持っていく。じゃあタクシーRPG ある。これ持ってきて。塩化コバルト紙を取るときはゴム栓を取ってからすぐにつけろよ。でないと空気中の水分を吸っちゃうぞ。何か足りない？これは持ってきた。水滴のとつけた。どうだった？変わる。はい。ピンクだ。よし、じゃあそれじゃあ記録して。ナイス。さっきこうやろう。先生このピンクになったやつはい、はよし。じゃあそのままちょっと置いて後で片付けるよね。はい、じゃあ記録、結果が出たら記録をして。なったね。はい。じゃあ記録をしてください。一緒にこの辺置いといてくれればいいです。
あ、落語して一緒にしてるってことだね。うん、そうだよ。あれよく分かんなかったけど。一杯で。あと一回。同じぐらいの水入れていいよ。もう一つ試験管持ってこないと。あ、持ってきたな。じゃあこれを取り外して立てて、それで水を同じように入れて。溶けない。これも解き方の一つだから。なんかピンクじゃない？なんかちょっとピンク。すげえピンク。はい。はいよ、そんなもんでいい。溶けないんですよ。あ、それも結果だからな。記録しとくといいね。はい。まず結果が出た。今結果を書いて、その結果からこの2つの物質は水酸、これできた物質は炭酸水素ナトリウムと言えるんですか、言えないんですかということをここに書いてください。同じ反応だったらはこれはこっちが普通の。これが元々の炭酸水素ナトリウムだよね。こっちがカリスチウム。じゃあこれ蓋を外してさ、ちょっとずつ一滴ずつ入れてもいいよ。はい、これをね、この辺のところに置いておいて。さすがやりましょう。何滴がいい？何滴ぐらい？ピンクっぽくなったと思うんですよ。はい。反応は同じだった？違った？違ったな。その記録を書きましょう。変わってるね。こっち両方入れた？入れました。もう一滴ずつくらい入れとくな。これだね。
これが一番に置いといた方がいい。はい、じゃあこの記録を書いてください。何チールだ。かなり違う。こっちがなんだよ。回し金管と思ったんですけど。これ入れすぎだろ、これちょっと。あれってすごいピンク。はい、記録を書いてください。いいですか。ほら、超いるんだよ。きれいきれい。トリウムじゃないし。違う。はい、じゃあ一旦作業などをやめて先生の方を向いてください。じゃあちょっと確認していきましょう。塩化コバルト紙をつけた口元の液体はどんな反応をしましたか。笠井君。どうなった赤色になった。ピンクっぽいような、どちらかというと薄い赤色になったね。ということで赤色になったということから、この口元の液体は何だったということですか。これ判断できた人、これが赤色になったということで、これはじゃあ近藤君、水だったということですね。ここでできたのは水だった。水で確認できる。じゃあフェノールフタレインを入れてみました。それは炭酸水素ナトリウムと比較してみました。フェノールフタレインの反応です。炭酸水素ナトリウムと白い物質溶かしてどんな反応になったですか。どんな反応。じゃあ工作君。薄いピンク色になる。白い物質の方は、濃い赤色になった。このことから濃い赤色になりました。じゃあこの白い物質は炭酸水素ナトリウムと同じだということが言えるのか言えないのか、どうですか。反応が違っているから同じ物質であると言えないんだな。炭酸水素ナトリウムとは違う物質になったということです。炭酸水素ナトリウムとは違う物質になったということですね。
こういうことがやる。3つ今日物体が出てきましたね。1つは二酸化炭素というものが出てきました。だからそのままの炭酸水素ナトリウムではなかった。じゃあ残ったものは何かって調べてみたら、もう一つは水でした。もう一つは何だかわからんけれども、とにかく炭酸水素ナトリウムとは違う物質でしたということです。こういうことでもって状態変化ではない、全然別の変化が起きていたということですね。ちょっと整理をするとこういうことが言えると思います。状態変化だった場合には炭酸水素ナトリウムはどんなに頑張っても炭酸水素ナトリウムです。状態変化の場合にはやっぱり炭酸水素ナトリウムです。でも今回は二酸化炭素と水ともう一つ全然違う、この二酸化炭素でもなく水でもなく炭酸水素ナトリウムでもない物質になってしまったんですね。ここでじゃあみんなに知らせておきたいと思いますけども、この炭酸水素ナトリウムとは違うこの物質、この物質を何と呼んでるかっていうと、ちょっと紛らわしい名前かな、こう呼んでるんです。日本語とすれば炭酸ナトリウムと呼んでいます。炭酸水素ナトリウムというものがベーキングパウダーの元だったとすると、それとは全然別の物質である、こういうものに関してなので今回みんなのやった実験は気体が出たんだけども、それは状態変化による気体の発生ではなくて、1種類の物質がこんな3種類の物質に分かれてくるような、そんな変化だったということですか。こんな変化だった。もともとの物質と、もともとこういう物質があって、それとは全然違う3種類以上の物質に分かれてしまう、こんな変化が起きてしまった。これが炭酸水素ナトリウムが加熱して起きた変化でした。こういうことはベーキングパウダーの元であった炭酸水素ナトリウム以外にも世の中にはたくさんあります。この次の時間は炭酸水素ナトリウム以外にも同じような変化が起きるものがないかどうか、一つ先生の方で例を見せたいと思います。そしてこれまでの状態変化とは違う変化が世の中にはあるんだよということ、これを今日確かめたわけですから、そのことを次の時間にまとめてみたいと思います。今日の実験として授業として質問があったらしてください。質問ぜひどうぞ。そしたらね、もうじきチャイムが鳴りますが、挨拶を先にします。その後片付けをしますから、水洗いをしてこちらの方に元あったところに戻してください。台拭きがこちらにあるので、台拭きで机の上を拭いてください。紙類、アルミホイルは炭酸水素ナトリウムのところにかぶせておいてください。あとの紙類、逆帽子とかそういうのはこちらの方に入れ物を用意するので、そちらの方に戻してください。じゃあ片付けを挨拶をします。
はい、じゃあ片付けを開始してください。全部液体類は流しちゃっていいです。蒸留室へ戻してね。これはね、水分を取るもの、シリカゲです。ピンクになったでしょ。だからこれと同じ成分のものを染み込ませる。じゃあ水いいよ。じゃあ全然取れなければいい。後でまとめて洗うよ。水を置いていらすと。それでいいよ。これこれあれですよね。何が国語の番組してなくて。もうこそはね、そのままやっといてくれ。あれ、薬王子とかその他の紙ゴミはこっち側入れてね。これ薬王子は持っていかっていいよ。そのまま置いといてくれ。いい。じゃあ水入れてここに立てといてくれ。それでいい。このゴミ箱なの。じゃあさ、そのまんまこんなのちょっとやりといて。いい、そのままやりといていい。このゴミ箱、そこにある。溝口君の下のところにあるね。ここでいい。じゃあここへ立つ。全部いいよ。全部いいよ。同じ、全く同じ。そういうの感じで、残っちゃったのにここ置いといてくれ。このやつは小さく。俺今日2つやんないから、2つあるよ。じゃあ終わったら台を拭いて教室へ戻っていいよ。熱で決まってるわけですよ。これだけだ。俺もよくわからない。合格なんかな、パンするとか、経年するとかっていうな。これこうですよ。じゃあ、緊張したりする。